たまにはね、普通の挨拶もしないとね、僕が誰だか分かんなくなっちゃいますからね。もしかしたら見てる人たちは僕のことをもこみちさんだと思ってるかもしれない。そんなことはないか。ということでです、今日はですね、思考シリーズです。皆さんお待ちかね。これ多分、一番声多かったかもしれないです。思考のオムライスです。で、今回もですね、もしかしたら荒れるかもしれないです。作り方がもう全然違うので、ただ僕がめちゃめちゃ美味しいと思うレシピを引っ提げてきたので、僕の知る限りこのやり方で作ってる人今まで一人もいないです。しかもですね、技術いらないです、今回は。なんか、僕オムライスって一番嫌なのが、卵をトントンの、卵トントンの術があるじゃないですか。あれがね、できないと、オムライスできないんですよ、あれね。なので、卵トントンの術が使えない芸人の皆さんも、ね、ナルトネタなんだけど、トントンできない方でも、絶対に失敗しない、なおかつものすごく美味しい、至高のオムライスっていうのを今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料はね、結構シンプルなんですよ、今回のは。余計なもん入れないので。まずは、鶏肉。これ、ベーコンとかでも良かったりもするんですけども、今回は、至高のオムライスなので、チキンライスを作ります。チキンの方が、食感が良くていいんですよね。今回ね、食感がポイントになります。食感重視で鶏もも肉。胸肉でも大丈夫です。これ 80g ですね。あと、マッシュルーム 50g。これも食感重視でいっております。なければ、エリンギとかでもいいです。あと、玉ねぎが1分の1個。ご飯 200g。僕ちょっと砂糖のご飯いつも使ってる砂糖のご飯使います。普通に炊いたご飯で大丈夫です。あったかいご飯ね。あと卵2個。あとね、調味料だけなんですよ、これね。非常にシンプルなものでやっていきます。まあ、これならね、皆さん揃えられると思いますので、これでやっていきます。はい。じゃあですね、まずね、最初に、至高のオムライスを作るのに、一番もうさ、もう絶対バレてるでしょ、僕が今何をやるか。一応もう、至高シリーズをやるときは僕シラフなので、シラフだと僕料理できないので、これですね。酔っ払いながら料理するの楽しいってのもあるんですけど、 YouTube は酔っ払ってないとできない。もう全部入れちゃえー。はい、注いでいきます。はい。そして至高のオムライスを作るために僕が究極になっています。いいですね。第一形態ですね。セルみたいにランクアップしていくんで、最終的には完全体になります。はい、ということでですね、茶パンはこれぐらいにして早速調理をやっていきたいと思います。まず材料をね、切っていきます。まずこの玉ねぎをみじんにしていきます。よくね、後で炒めちゃうんでね、そんなにね細かくしようとしなくて大丈夫ですよ。端っこの方はね、みじん切りしにくいのでね、後でね、ザクザクとね切ってあげてくださいね。はい、マッシュルームしましょう。はい、このね黒いところ、はい、黒いね汚れのある部分は、切っちゃってくださいね、こんな感じでね。はい、で、これはねちょっとね厚めにスライスします。1センチ弱ぐらいで、そうするとですね、マッシュルームの食感が残りますので、今回ね食感を残したいんですよ。だからマッシュルームはね薄くなくてね、結構ね太めでいいので、こんな感じに厚めにスライスします。で、鶏肉です。横にカットしてあげて、本当に小さめのぶつ切りというか 1.5 センチ角ぐらいに切っていきます。はい、こんな感じで大丈夫だと思います。これで材料は全部切りました。包丁はもう大丈夫かな。じゃあですね、最初にチキンライスを作っていきます。まず、バター入れてください。 10g です。フライパン熱していきます。で、まず鶏肉ですを炒めます。軽くお塩とコショウ、ちょっと炒まったらですね、今度玉ねぎ、でここでですねコンソメです。コンソメでね下味をつけておきます。小さじね半分ぐらい。これが入るとねやっぱねぐっとね、このチキンライスの美味しさがね、引き立ちますのでね、通るぐらいまで炒まったら、マッシュルームを入れていきます。はい、でですね、マッシュルームも少し炒まったところでケチャップです。大さじ3。ここでねケチャップ入れちゃいます。
これナポリタンの時も言ったんですけど、この状態でですねちょっとねいい感じに炒めちゃうんですね。このケチャップの酸味が飛ぶまで。僕ケチャップの酸味があまり得意ではないので、後でオムライスの上から追いケチャップすれば大丈夫なので、ここはね酸味飛ばしてくださいね。ケチャップってこう液体じゃないですか。これが固形になるまで炒めてください。結構ねまとわりついてきます。こんな感じ、枯れることがないぐらいまで炒めたらもう OK です。でご飯を温めるの忘れたから今から温めます。ご飯です。ご飯ですよ。まあ炒めながらやっていくんですけども、そんなにねいっぱい火は入れないでいいので、こんな感じですね。こんな感じでもう全体にまとわりついたらもう OK です。はい、そんなに焼かなくて大丈夫です。これはこのままじゃあとりあえず置いておきましょう。で次です。すいません、さっき言い忘れたんですけども、お湯を沸かしておきます。チキンライスを作る前に火にかけておくといいです。大きめのお鍋にお湯を沸かしておいてください。今回の仕込みの場合はこっからが肝です。卵2個ありますね。これをね、ボウルにもね割っていきます。こんな感じでね。あとねお塩1つまみですね。でこれね完全に溶いちゃいます。白身がなくなるぐらいで、こうするとまあどうですか、白身ほとんどないんじゃないですかね。結構ね溶きました。でこっちは沸騰してます。沸騰したら弱めの中火ぐらいで、こっからです。鍋用意してください。はい、こうやって浮かべます。はい、これ、ね、鍋がなければ鉄製のボウルとかガラスボウルとかでもいいんですけども、持ち手が熱くなるのでできればこういう鍋がいいです。でここにですねバター、バターね 5g、はい、バター溶けたら卵もうね全部入れちゃいます。はい、でここからねちょっと重要です。こんなねゴムベラ用意してください。鍋が傷つかないようなヘラだったらいいです。もうちょい温度がいるか。こんな感じでねこれね前ねスクランブルエッグの回でやったんですけども、要はですね今回のオムライス、オムレツを乗っけるんじゃないんですよ。スクランブルエッグを乗っけるんですね。これが今回のレシピの肝となります。このねトロトロスクランブルはねもはやねソースです。だから卵で作るソースをかけるような感じですね。これがうまい。放置しとくと結構ねすぐね固まってしまうので絶えずやってください。そんなに時間かかんないんで、時間にしてね 2,3 分です。これできるの。こんな感じです。はい、どうですか。まだね、ちょっとね塊が弱いぐらいなんですけども、ちゃんとトロトロのスクランブルエッグになってる。これがねこれがうまいんですよ。これがそしたらさっきのケチャップライスちょっとね冷めてしまったので、少し温めます。少し温めてる間にこのね形作るねやつを用意しますね。味噌汁ジャーンとかでいいです。であとはねこの型にねジャムで、形作りましょう。今日ね形作るとねでもね一気になんかオムライス感出るんでいいですよ本当に。はい、こんな感じですね。でちょっとねご飯を押しつぶさない程度に、ご飯の形を潰さない程度にちょっと押し付けてあげるといいです。用意したこのお皿にですねこんな感じでね、こうするとドーム型。ここにですねさっき作ったトロトロのスクランブルエッグ、これをねかけていくんですね。はい、これが僕の究極のオムライスです。至高のオムライスここに、ケチャップ大体大さじ1半ぐらい、これぐらい。ここにウスターソースですね、小さじ半分ぐらい。こんなもんです。これ入れるとぐっとね、香りとあれが良くなります。これ添えて完成。写真はねこれからサムネイル撮るんですけど、サムネイルはかけてるのとかけてないバージョンを撮るので、こちらで、至高のオムライス完成です。はい、じゃあかけます。ケチャップもかけちゃいます。これはね好みなので、かけなくても全然平気なんですけども、かけても美味しいです。はい、追いボールしていきます。追いボールね。はい、
ということで早速食べていきたいと思います。いただきます。準備万端ですよ皆さん。卵はトロトロなんでね、卵を一緒すくって召し上がってくださいね。このトロトロいただきます。たまんね。ほんとうまいと思うね。ちょっと待ってくださいね。これね結構ね好みがあるんで、ケチャップつけないで卵だけ絡めたバージョン、ここもねうまいんですよね。最高。生きててありがとう。なんですかね、もう全く新しいオムライスですねこれね。卵がねもうソースになってるんですよ。これポイントなんですね。だからものすごくねご飯と絡まるんですよね、食べた時に。これはうまいですよ。もうねオムライスは半熟派だっていう方々もう大歓喜だと思います。トロトロなオムライスが食いたいっていう方絶対これ頼むでしょ。でこれあとは好みなので、今回結構緩めに設定したんですね。もう少し卵の食感欲しいなって方はあの状態でもう少しね卵を火入れて混ぜていただいて乗っけてください。そうするとね元に卵の食感が生まれます。で今回具材が結構食感があるんですよ。鶏肉もゴロッとしててマッシュルームもプリッとしてるので、なのでこのソースの加減ですごく美味しいと思います。でケチャップライスがねまた美味しいんだこれ。でねこのねもう別のところの端から卵取っちゃう。卵取ってこのトロトロなところ、最高ですよ。僕料理研究家としてはかなり一発屋なので、売れなくなったらこれで店で出します。でもダメか、 YouTube で公開しちゃったから忘れてくださいこれはね。はい、とにかく美味しい。このやり方で1回やって新しいもう超半熟オムライス、いやこれ試す価値あります。本当に美味しいんで、ぜひ皆さん作ってみてください。